消費税還付が多い会社、これって輸出補助金だよね。10位スバルも137億円、9位トヨタ通商も151億円、8位キヤノンも159億円、7位三菱自動車850億円、6位村田製作所853億円、5位デンソー918億円、4位マツダ1042億円、3位日産自動車1518億円、2位ホンダ理研工業1795億円、1位トヨタ自動車6000億円。これらの企業は莫大な額の消費税を国に納めていないわけではなく、あくまで国内仕入れ時に支払った税金が輸出によって戻ってきているという仕組みです。ですが、やっぱり納得いかないという人も多いと思います。そこでなぜ納得いかないのか、論点をまとめてみます。1、輸出補助金になっているという主張。本来消費税は消費者が負担するものです。しかし輸出企業は海外の消費者に日本の消費税を転嫁できません。反対派は国から戻ってくる莫大な還付金が実質的に国が輸出大企業に対して支払っている補助金として機能し、国際競争力を不当に助けていると批判しています。詳しく、輸出企業は国内で部品や材料を買う際に 10% の消費税を支払っています。通常この税金は販売価格に上乗せして消費者に転嫁しますが、輸出先海外では日本の消費税を徴収できません。そのため国は国内で支払った分を企業に返却します。反対派はこの還付プロセスこそが問題だと指摘します。本来企業がコストとして抱えるべき税負担を国が肩代わりして現金で戻すことは、政府が特定の輸出産業に資金を注入する補助金と同じ効果を生んでおり、結果として海外での販売価格を不当に安く設定できているという見方です。論理的な統制、経済学や国際的なルールの観点で見ると、この還付制度は消費地課税主義に基づいています。消費税は消費される場所で課税されるべきという国際ルールがあるため、輸出時に課税せず仕入れ時の税を戻すことは二重課税を防ぐための論理的な処置とされています。しかしもし企業が仕入れ先に対して消費税分を十分に支払っていない、値切っている実態があるならば、支払っていない税金が還付金として戻ってくることになり、その場合は論理的な正当性が崩れ、実質的な利益補助金となります。支持する意見、この主張を支持する人々は特に中小企業や零細事業者の苦境を根拠にしています。赤字でも消費税を納めなければならない零細企業がある一方で、莫大な利益を上げている大企業が数千億円もの現金を受け取っている構図は、税の公平性を著しく欠いていると主張します。また欧州などの付加価値税と比較しても、日本の下請け構造における価格決定権の差が大きすぎるため、制度が形式通りに機能していないという不信感も支持の背景にあります。間違っている点、税制上の理論としては、還付金は払いすぎた税金の生産であって、国が新たに与える利益ではありません。例えば100円の仕入れで10円の税を払い、輸出して10円戻ってきたとしても、企業のプラスマイナスはゼロです。これを補助金プラスと呼ぶのは、会計上の定義としては誤りです。もし還付を廃止すれば、輸出製品に日本の税金が乗ったまま海外で販売されることになり、国際的な二重課税禁止の原則に反することになります。間違いを受け入れられない理由、論理的な間違いを指摘されても納得できない人が多い理由は、理論と実態の乖離にあります。多くの人は大企業が下請けに対して消費税込みの据え置き価格を強いている実態があると感じています。この場合、大企業は税を負担していないのに、国からは負担したという建前で還付金を受け取ることになります。この現場での不条理が解決されない限り、どれだけ制度上の理論を説明されても、還付金が不当なボーナスや補助金に見えてしまうという心理的な障壁は取り除けません。2、下請け企業へのしわ寄せ問題。これが最も現実的で深刻な批判です。いくつ大企業は仕入れ先下請けに支払った消費税分を還付してもらいます。しかしもし大企業が強い立場を利用して下請け企業に対して消費税分を値引きしろと圧力をかけていたとしたらどうなるでしょうか。結果、下請け企業は消費税を水にを切って負担しているのに、その分の還付金は大企業が受け取ることになります。この益税のような構造が不公平だと言われています。詳しく、この問題の本質は消費税の転嫁がスムーズに行われていないという疑念にあります。消費税は本来であれば次のように流れるはずです。下請け企業が100円の部品に10円の税を乗せて110円で大企業に、大企業は国に代わって10円を下請けに支払い、その10円分を後に国から還付してもらう。下請け企業は受け取った10円を国に納める。しかしもし大企業が110円ではなく消費税分を削って100円税込みで納品しろと強制した場合、大企業は下請けに税金を支払っていないにもかかわらず、帳簿上は100円の仕入れの中に税金が含まれているとして国から還付金を請求できてしまいます。論理的な統制、強い立場の者が弱い立場に負担を押し付けるという力関係の構図はビジネスの世界では歴史的に繰り返されてきた現実です。もし下請けが消費税分を価格に乗せられていないのであれば、大企業が受け取る還付金は下請け企業が本来手にするはずだった利益、あるいは下請けが水にを切って国に納めるための原資を横取りしていることになります。この場合、消費税は消費に対する税ではなく、下請けの利益を大企業に付け替える装置として機能してしまっていることになり、批判の論理的根拠は非常に強力です。支持する意見、中小企業経営者や労働組合、
フリーランスなどの層から強い支持があります。特にインボイス制度の導入時にもこの議論は再燃しました。免税事業者だった小規模な下請けが課税事業者にならざるを得なくなった際、取引先の大企業から増税分を価格に転嫁することを拒否されたという実態調査が数多く報告されています。大企業が史上最高益を更新し多額の還付金を得る一方で、下請けは消費税負担に耐えきれず廃業しているという対比がこの主張を支える強力な根拠となっています。間違っている点、制度の設計上は大企業が下請けに支払った消費税額以上に還付を受けることはできない仕組みになっています。帳簿や領収書に基づいた計算が必要なため、また独占禁止法や下請け法において消費税の転嫁拒否は明確ない法行為として禁止されています。したがって全ての還付金が悪であるや大企業が組織的に税を盗んでいるという極端な見方は法治国家としての制度運用を無視した誤解と言えます。還付金そのものはあくまで支払ったことが証明された税金に対する返還であり、手続き自体に不正があるわけではありません。間違いを受け入れられない理由、法で禁止されていると言われても納得できない理由は現場における隠れた圧力の存在です。下請け企業は次の仕事をもらえなくなる恐怖から表立って消費税分を上乗せしてくださいとは言い出せません。価格交渉の場で諸経費込み一括値引きといった名目で消費税相当額がうやむやにされるケースが後を絶たないのが実情です。公的な統計や綺麗な理屈よりも目の前で削られている利益とニュースで流れる大企業の巨額還付という不都合な現実が直結しているため、制度の正当性を解かれても受け入れることができないのです。3、預かり金ではないという法的解釈。政府は消費税は消費者が事業者に預けたものと説明しますが、過去の裁判例では消費税は対価の一部であり預かり金ではないという趣旨の判断も出ています。反対派の論理では預かっているわけではないのだから戻ってくる還付される根拠自体がおかしいという考え方につながります。詳しく、政府や税務当局は消費税を消費者が事業者に預け事業者がそれをまとめて国に納めるものと説明してきました。これを預かり金的性格と呼びます。しかし反対派が根拠とするのは1990年の東京地裁判決などです。裁判では消費税は売買代金の一部であり消費者が事業者に寄託して預けた金銭ではないという判断が示されました。つまりレシートに消費税 10% と書かれていてもそれは単なる価格の計算根拠に過ぎず法的には客から預かった独立した税金ではないという解釈です。この理屈に立てば輸出時に預かっていないから返すという還付のロジックも前提が崩れていることになります。論理的な統制、法的な定義として消費税の納税義務者は消費者ではなく事業者です。消費者が直接税金を納めているわけではないため法的には消費税は物価の一部です。もし消費税単なる物価であるならば輸出時に価格が安くなるのは企業の経営判断であるべきで、国が仕入れ時のコストの一部税相当額をわざわざ現金で補填還付するのは他のコスト人件費や電気代を補填しないことと比較してバランスを欠いているという論理が成立します。支持する意見、この主張は主に消費税廃止や根本的な見直しを求める層から強く支持されています。預かり金ではないという判決がある以上事業者が消費税分を価格に転嫁できずに自腹を切って納める店握りが発生してもそれは法的には経営努力の不足とされてしまいます。それならば大企業が輸出の際に預かっていないからという理由で巨額の還付を受けるのは制度のいいとこ取りであるという感情的な納得感に結びついています。間違っている点、裁判所が預かり金ではないとしたのはあくまで消費者と事業者の間に直接的な予託関係信託関係はないという法律上の形式論です。これにより消費者が事業者が猫ばばしたから返せと訴えることはできないという結論を導いたに過ぎません。税制の全体設計としては依然として消費者が負担し事業者が転嫁して納めるという多段階課税の仕組み付加価値税を採用しています。還付はこの仕組みを維持するための計算上の手続きであり判決によって税制そのものの計算根拠輸出免税が否定されたわけではありません。間違いを受け入れられない理由、政府が長年預かり金という言葉を使って消費者に税負担を納得させてきた嘘への不信感が根底にあります。消費者のための税金と言いながら法廷では預かり金ではないと主張して事業者を守り一方で輸出大企業には計算上の理屈で巨額の還付を行う。この時と場合によって使い分けられる政府の説明の不一致が国民の不信感を生んでいます。この矛盾がある限り理論的な正誤を超えて還付制度はまやかしであるという批判は消えません。4、逆進性の強化と不公平感。消費税は所得が低い人ほど負担が重くなる逆進性が問題視されます。庶民が日々の買い物で 10% の税金に苦しんでいる一方で日本で最も利益を上げている巨大企業に数千億円単位の現金が還付として戻っていく構図そのものが感情的社会的な不公平感を煽っています。詳しく、消費税はパン1個を買うにしても低所得者と高所得者に同じ 10% が課されます。所得に対する税負担率で見ると低所得者ほど重くなるのが逆進性です。一方で輸出大企業は国内の消費者に売っていないという理由で仕入れ時に支払った税金の還付を受けます。結果として一般消費者は支払う一方であり
巨額の利益を上げる大企業は国から現金を受け取るという対照的な構図が出来上がります。これが社会全体で見ると富が庶民から大企業へ逆流しているように見えるため強い批判の対象となります。論理的な統制、税制の目的が社会全体の公平な負担であるとするなら、この主張には一定の妥当性があります。消費税率が上がるたびに庶民の生活は苦しくなりますが、輸出企業の還付額は仕入れ額が同じであれば税率アップに伴って増え続けます。消費税が社会保障の財源と説明されながら、その一方で大企業への巨額還付が増大している現実は、税による再分配という機能が十分に働いていない、あるいは歪んでいるという指摘を正当化させます。支持する意見、主に低所得層や現役世代、そして社会保障の充実を訴える人々から支持されています。法人税を減税し、その穴埋めに消費税を増税したという見方とセットで語られることが多く、大企業が優遇され庶民が切り捨てられているという格差社会の象徴としてこの還付金問題が捉えられています。特にトヨタ自動車1社への還付額が数千億円に達するという事実は数字のインパクトが強く不公平感のシンボルとなりやすいです。間違っている点、理論上は消費税の還付は利益を増やしているわけではありません。もし還付がなければ日本の輸出製品の価格は 10% 高くなり国際市場で売れなくなります。それは結果として日本の産業全体の衰退を招き、巡り巡って庶民の雇用や所得を脅かすことになります。還付金はあくまで余計に払いすぎたコストをゼロに戻しているだけであり、還付金によって企業の純利益が直接的に底上げされている税金で儲けているわけではないというのが税制上の正しい解釈です。間違いを受け入れられない理由、数字上のゼロに戻すだけという理屈よりも手元に残る現金の重みが違いすぎるためです。生活者が100円の消費税を削るために節約している横で大企業が数千億円のキャッシュを得ているという絵面絵面の悪さは理論で拭いされるものではありません。また大企業がその還付金を原資として内部留保を積み上げたり配当を増やしたりしているように見えることが結局誰のための税制なのかという根本的な不信感につながっており、単なる計算上の正論では納得できない土壌が形成されています。まとめると、大企業は下請けから税分を買い叩いているかもしれないのに、自分たちは国からしっかり全額返してもらうのは二重に得をしているのではないかという疑念が納得がいかない派の確信にあります。5. それでも納得がいかない。ちなみに納得がいかないという主張を押し通して輸出還付制度を廃止または輸出にも 10% 課税した場合、日本経済には極めて深刻な影響が及びます。俗に言う制度崩壊です。おおよそこんな過程になるでしょう。輸出価格の強制的な引き上げ、還付制度がなくなると企業が国内の仕入れ先や外注先に支払った 10% の消費税はそのままコストになります。企業が利益を維持するためには海外での販売価格を約 10% 値上げせざるを得ません。価格競争力の喪失、トヨタやソニー、村田製作所などの製品が海外市場でライバル、韓国の現代自動車や台湾の TSMC などよりも突如 10% 高くなります。シェアの激減、わずか数%の価格差でシェアが決まる製造業の世界において 10% の値上げは致命的です。受注が他国の企業に奪われ、日本の輸出産業は崩壊の危機に直面します。国内製造業の空洞化海外移転、日本で製品を作って輸出すると損をするという状況になるため、企業は生き残りをかけて一斉に海外へ拠点を移します。拠点の海外シフト、部品の調達から組み立てまで全てを海外消費税還付の問題が発生しない国で行うようになります。国内雇用の創出、輸出大企業だけでなくその傘下にある膨大な数の中小企業下請け工場の仕事がなくなります。結果として数百万単位の失業者が出る恐れがあります。国際的な二重課税の発生、世界の付加価値税消費税制度は製品が消費される国で課税するというルール消費地課税主義で統一されています。二重課税、日本で輸出時に課税し、さらに輸出先の国例フランスや中国でもその国の消費税が課されることになり、一つの製品に2カ国の税金がかかります。国際摩擦、日本だけがこのルールを破るとWTO 世界貿易機関から自由貿易を妨げていると強い是正勧告を受けたり、他国から報復関税をかけられたりするリスクがあります。消費税そのものの崩壊、還付制度をなくすことは消費税の多段階課税という仕組みを否定することになります。累積課税の問題、原材料、部品、製品と取引の段階ごとに税金が積み上がっていく累積課税状態になり、最終的な製品価格がいくらになるか予測不能になります。制度の矛盾、消費税が消費者が負担するものから企業への罰金のような性質に変質してしまい、税制としての論理的一貫性が完全に失われます。まとめシミュレーションの帰結、納得がいかないという感情を優先して還付を廃止した場合、短期的には国の税収が増えるように見えますが、長期的には以下のような末路をたどる可能性が高いです。輸出産業の壊滅、急激な円安と景気後退、税収の総額減少、企業の利益が減り、法人税や所得税が激減するため、結局庶民の生活を守るために行った阻止が巡り巡って雇用の創出と日本経済の地盤沈下という形で最も弱い立場の人々に跳ね返ってくるという皮肉な結果を招きます。いかがでしたか。この情報が役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いいたします。